こんにちは、ちささこです。今回は完成したピンクブルートの全体をじっくり紹介する動画になっております。題してピンクブルートツアーです。最後に夢バンチも載せているので、ぜひこの動画を見て遊びに来てくださると嬉しいです。では早速いきましょう。まずは飛行場前から案内所までをご案内します。この辺りは島の名前のピンクブルー島らしく、ピンクとブルーのヒヤシンスをたくさん植えてレイアウトしてみました。このピンクブルー島のロゴがデザインしてあるスペースは、マルチプレイで遊んだりした時にアイテム交換などがスムーズにできるよう広く開けてある場所です。案内所も近いので、この辺りは住民もよくうろちょろしています。この正面にある橋を渡ると案内所が見えてきます。案内所の周りは花壇になっていて、ここにもピンクとブルーのヒヤシンスをたくさん植えています。では次の場所へご案内します。案内所から向かって左に進んですぐにある階段を上ると私のお家があります。真ん中の噴水をぐるっと囲むように石畳を敷いて、周りには花壇を作ってあります。季節によって花を植え替えたり、家の外観と家具の色を変えたりしてアレンジして遊んでいます。では一度来た道を戻っていきます。さっきは北向きにある橋を渡っていったんですけど、今度はこちらの東向きにある橋を進んでいきます。するとすぐにたぬき商店が見えてきます。たぬき商店のポップで可愛いデザインを生かしたレイアウトを心がけてみました。アイテムは少なめで比較的シンプルなんですけど、2つの階段のインパクトがかなり全体を引き締めてくれてると思います。さらに階段を上ると、上には2個番のお家があります。カラフルなお家の外観に合わせて赤や黄色のおもちゃ家具とキノコ家具をたくさん取り入れながら、派手になりすぎないように積み木シリーズなどの木目を生かした家具を組み合わせています。では一度階段を降りて、今度はたぬき商店のバックヤード的な場所をご紹介します。ここは DIY 作業台と、周りには工具棚や段ボールなどを置いて、ちょっとした作業場っぽい雰囲気にしています。商店の周りの道はこんな感じです。海が眺められるようにベンチをたくさん置いています。ではまた来た道を戻っていきます。さっきは案内所から左に進んでいったんですが、次は右に向かって進んでいきます。すると崖に挟まれた狭い道の入り口が見えてきます。この先に進むとロボのお家が見えてきます。ここは崖に囲まれた秘密基地のような空間を作りたいなと思って制作した場所です。洋風の柵のグレー、ナシの木のグリーン、家具も青やモノトーン系の色を使っていて、全体に寒色系でまとめています。アジサイの咲く季節になると青色がより映えてすごく綺麗です。では道に沿ってさらに奥へ進んでいきます。ではこの先は
この夏らしい格好にチェンジして進んでいきましょう。このリゾートエリアには明るい水色の外壁が爽やかなレムのお家が建っています。ここは島の地形を選ぶ時から構想していた場所で、北の浜辺と大きな岩場が近い地形を選んでクリエイトしています。夏が終わったらまた違う雰囲気に改装しようかなって考えてたんですけど、結構気に入っていて年中常夏なエリアになっています。リゾートエリアの道を南下していくと橋が見えてきます。この先には初投稿の動画で作ったリゾート風なブックカフェがあります。ここは YouTube の投稿を始める前に遊んでいた島のデータの中ですごく気に入っていた場所を再現したものになっています。奥のロッキングチェアに座ると遠くに灯台が見えるような配置になっています。夜になると灯台の光をぼんやり眺められてすごく綺麗です。ブックカフェを出て石畳を進んでいくと雪見のお家があります。読書が好きな雪見のお家はブックカフェの近くにあるといいかなと思ってこの場所にしてみました。レイアウトのテーマはズバリ白で、アイテムは全部白系でまとめています。読書スペースとちょっとした展望台のスペースを作って雪見の趣味がたくさん詰まった場所にしています。坂を降りてさらに南下していくと、この花壇とベンチのある道に出てきます。ここの花壇には DIY 家具の園芸ワゴンの材料になる花を植えています。ちなみにここはさっき紹介したたぬき商店とニコバンのお家のある崖の裏側になっています。さらにこの道を進んでいくとロボのお家の入り口、あと案内所の前に戻ってくるようになっています。またこちらのリゾートエリアの道をさらに進んでいった先はたぬき商店の前に出るようになっています。こんな風に島全体をはしごや高跳び棒なしでぐるっと一周できるようにルートを作っています。では島の東側の紹介が終わったので次は西側へ進んでいきます。この森のマークの矢印看板のあるこの坂を登るとたくさんの木が生い茂る山道をイメージした場所へつながります。この道を抜けていくとキャンプ場の看板が見えてきます。キャンプサイトはグランピング場をイメージしてラグやソファーなどをレイアウトした空間になっています。丸太のテーブルや錆びたドラム缶、ソファーも古びた革の素材を使ったりして全体にヴィンテージな雰囲気でまとめてみました。さらに奥の階段を上がっていくとキャンプのお家が見えてきます。このログハウスの外観がキャンプサイトと雰囲気が合うなと思ってこの場所にしてみました。キャンプと関連してアウトドア好きな男の子をイメージしたアイテムをレイアウトしています。色は鮮やかな赤や黄色、緑色を使ってカラフルにまとめてみました。ではこの先の吊り橋を渡ってさらに西の方へ進んでいきましょう。この先は特にテーマのないつなぎ目の場所になっているんですけど、アンティークっぽいブラウンの家具をメインに白や紫の花を植えてメルヘンで可愛らしい雰囲気を作ってみました。この先の道は後ほど紹介する博物館の裏側につながっています。さら
に土の道を進んでいくと矢印看板が3つ立っているんですが、まずは右側へ進んでいきます。この崖の細い道を奥へさらに進んでいくとルナのお家が見えてきます。天体観測ができるような場所をイメージして望遠鏡やスターライトを置いたり、ルナの可愛いものが好きなキャラクターに合わせてピンクやホワイトを使った女の子らしいレイアウトにしています。ここは雪が積もっている時に作った場所なので雪景色にもよく合うレイアウトになっています。夜になるとスターライトとキャンドルたちがぼんやりと光ってすごく幻想的な雰囲気です。ではここからは秋らしい衣装にチェンジして進んでいきます。今度は坂を降りていってみましょう。坂を降りるとすぐバヤシコフのお家が見えてきます。ちょっと古くて田舎っぽいお家の外観に合わせて周りには野菜畑を作ってみました。ベージュ、ブラウン、グリーンなど自然な色をたくさん使ってまとめています。そしてこの組木の道を進んでいくとリカルドのお家が見えてきます。リカルドのお部屋がライブハウスのような雰囲気になっているので音楽が楽しめるアイテムをたくさん使ってレイアウトしてみました。全体に木目調の家具で揃えてレトロで大人っぽい雰囲気にまとめています。そしてこの階段を降りた先は博物館への道につながっています。博物館周りは化石をたくさんレイアウトして古代の森っぽい雰囲気にしています。博物館の入り口前にあるこの石の橋の上は絶好の撮影スポットです。奥にマンモスの化石が見えるようになっています。橋を渡った先はそのまま浜辺に出てぐるっと一周できるようになっています。そしてこの石のアーチを抜けた先にはナディアのお家が建っています。水辺に飛び出た浮島のような土地になっていて、ソファーに座ると川が眺められるようなレイアウトになっています。入り口にはレジっぽい場所を作っているんですが、ここは小さなカフェをイメージして作ってみました。観葉植物をたくさん置いて緑いっぱいのガーデンカフェみたいなのをモチーフにしています。西の河口にある橋を渡るとそのまま海岸沿いにまっすぐ道がつながっています。この道の先にはシベリアのお家とイングリッシュガーデンが広がってます。自然美を楽しむイングリッシュガーデンの様式を意識してたくさんの種類の植物を使ってレイアウトしてみました。ここから浜辺にも出れるようになっていて、ここにもちょっとしたソファーやベッドを置いて庭の一部として楽しめる空間にしています。ここは春の鮮やかなグリーンも映えるレイアウトになっています。このお家の裏側は川になっているんですが、この場所を作っている時にこの川沿いに座っているシベリアが可愛かったので、ちょっとした裏庭のようなスペースを作っています。では季節を秋に戻してさらに道を進んでいくとエイブルシスターズが見えてきます。ここは川に囲まれた浮島になっていて、周りにはガーデンライトなどを飾っています。フラワーショップをイメージして植物の家具をたくさん使ったレイアウトをしてみました。
ヒイラギの咲く季節はちょっとクリスマスっぽい色合いでおしゃれで大人っぽい雰囲気になるんですが、ツツジの咲く季節はピンクとグリーンが鮮やかで明るく可愛らしい雰囲気になります。これで全てのエリアの紹介が終わりました。最後はまだ通っていない道を進みながら飛行場前まで戻っていきたいと思います。ちょうど自宅の前まで戻ってきたところです。はい、飛行場前まで到着しました。これでピンクブルートツアーはおしまいです。お疲れ様でした。では最後にこのピンクブルー島の夢番地を載せておきます。ぜひぜひ遊びに来てください。ピンクブルー島は一旦完成したんですが、まだまだ改装したいところもあるので、島作りの動画は続きます。また新しい島での新生活も計画中なので、これからも動画を見てもらえると嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは。